お久しぶりです。アリスです。今回は作家さんにオーダーメイドした英語サイズのシステム手帳をご紹介しますね。それでは始めましょう。この動画をご覧になっている方はシステム手帳のオーダーメイドにご興味のある方だと思います。ご参考になれば幸いです。まずシステム手帳に限らないと思うのですが、オーダーメイドで作家さんに物を作っていただくとき、メリットは作りたいデザインや素材で作っていただけることです。デメリットは希望のデザインを作れる作家さんを探すことや制作に時間がかかること、コストがかかること、イメージ違いや使いにくさも自己責任になることです。職人さんに私の作りたい手帳のイメージが伝わるかどうかや、私は初めて本革の手帳をオーダーするので、どこまでお願いしたら失礼にならないか、私が革についてあまり知識がないことで迷惑にならないかが不安でした。値段もそれなりにするものですから、できる限り妥協はしたくなかったので、失礼にならないように緊張しながらコミュニケーションをとりました。結果はとても良い経験になりましたし、満足のいくものができました。たくさんのシステム手帳を探して、こういうのがいいなとか、こういうのは嫌だなというインスピレーションを受けて、今の私に合う形にアップデートしました。自分のこだわりを伝えることや待つ時間も楽しくワクワクと過ごせたので良かったです。では制作していただいたものをご紹介します。こちらが今回オーダーした英語のシステム手帳になります。制作を依頼したのはクリーマで活動されているチャビレザーワークスさんです。今回は普段扱われていない革でのオーダーということで、とてもお世話になりました。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。なぜオーダーすることになったかはまた後でお話ししますね。サイズは英語サイズです。バンドのないノートタイプでほぼジャストリフィルサイズです。縦が 233mm、横が 165mm でオーダーしました。これはプラチナ比と呼ばれるものです。プラチナ比というのは日本人が美しいと感じる比率だそうです。でも後でご覧いただきますが、インデックスを挟むと飛び出てしまう心配があって、オーダーするときは横を 170mm にするかすごく悩みました。結局横のインデックスがダメなら縦のインデックスを挟めばいいやと思い、最後には 165mm で美しさを取りました。結果シンプルだけど置いてあるだけで美しい手帳になったと思います。この革はベジリオという革です。クリーマでチャビさんのページをご覧いただければわかるのですが、普段はエプソンレザーを扱っている作家さんです。私もエプソンレザーで作っていただくつもりだったのですが、デザイン的に金額の面でかなりかかりそうだったので、チャビさんの方からベジリオをご紹介いただきました。とはいえ、どんな革なのか発色はどうなのかわからなかったので、革を楽天で取り寄せてみたんです。こちらが購入した革です。こちらが焦げ茶、こちらが、カーキ、でこちらが茶色で、こちらが黒になります。結構私好みの発色だったのでびっくりしました。脂肪は傷や汚れが目立たなそうだし、ツヤも綺麗。色は迷ったのですが、私の M5 のこちらホドルのメルロを使っているんですけれども、こちらと、合うと思って焦げ茶にしました。糸の色も同じにしてもらいました。
では開けますね。このような感じに作っていただきました。すぐわかると思いますが、こちらフルフラットで開きます。こちらもオーダーしました。机にポンと置いて、ページが開いたままなのは使いやすくて便利ですよね。この手帳はもう何だったら180度以上、こんな感じで開きます。本側のシステム手帳の作り方は分かりませんが、チャビさんは手縫いで商品を作っておられるので、そのあたりが関係しているのかもしれません。普段エプソンレザーを扱われていて、高い技術を持っているチャビさんにとっては扱いやすい革だったようで、私にとってはお手頃な価格で高い技術を堪能できたのでラッキーでした。で、革を取り寄せてみて思ったんですけれども、ベジ量は柔らかい革だったので、芯材についてもご相談しました。ここら辺はシステム手帳をオーダーするときは当然の注文なのかどうかわからなかったので、伺うのは緊張しました。このようにちょっと固めの芯が入っています。ポケットは6つです。差し込みポケットがこちらとこちらに1つずつ、煽りポケットが1つ、カードポケットが3つ。差し込みポケットにはノートが挟めます。こういった英語のノートですね。結構余裕で挟んで使うことができます。こちらとこちら両方こんな感じですね。で、こちらが英語のファイルで、中がリフィルを入れた状態で、これも入れることができます。硬いんですけど、こういう感じで入れることができます。こんな感じですね。中はこういった布になっています。こちらは革だけですね。こっちもこういう布になっています。中は布になってるからなのかちょっとわかんないんですけど、ちょっとここの感じが緩いかなとも思うんですけど、物を挟みやすいかなとも思います。ぴっちりしたのがお好みの方はそれもオーダーした方がいいのかもしれません。で、こちらがカードポケットになります。こちらの曲線にはこだわりました。丸みのある曲線で作っていただきました。こちらをカードに入れてみると、こうやって取り出しやすい感じになっています。リングはクラウゼの 15mm です。色はピンクゴールドで M5 に合わせました。M5 のリングはピンクゴールドになっているので、そちらと一緒にすることにしました。
チャビさんはクラウゼリングを扱っている作家さんですが、ピンクゴールドがあると伺った時にはもう歓喜しました。システム手帳をオーダーメイドしていただくにあたって他の方の動画を見たりして調べたのですが、クラウゼリングを扱っている作家さんすらなかなかいらっしゃらないと思っていたので本当にラッキーでした。ペンホルダーは本体にはつけませんでした。はじめは可動式のペンホルダーをつけようと思ったのですが、横幅が 180mm になるということだったのでやめました。こちらの小刃の処理についてもご相談しました。これは最終的にはチャビさんに顔の様子を見てお任せすることになりまして、で、結果染料磨きという方法になりました。ツルツルしてますし、すごく綺麗な仕上がりだと思います。ちょっと見えるかどうかわかんないんですけど、こんな感じですね。美しいですよね。プロの判断に任せてよかったです。で、裏表紙は1枚側仕立てです。これはオーダーする作家さんを探している時に思ったのですが、1枚仕立てで作成できる方は少ないのかもしれません。商品の紹介ページに、背表紙に縫い目があったり別の革を縫い合わせている方が多かった印象です。背表紙に金具が出ているのが嫌だったのと、この部分ですね。クラウゼリングを使用できて1枚仕立てで作成される方を探していたのですが、私が見つけられたのはチャビさんだけでした。ではリフィルを入れてみますね。リフィルを入れていきます。こんな感じになります。閉じるとこれぐらいの隙間で紙が見えている状態ですね。インデックスも入れてみます。まずは縦のインデックスを入れてみます。このような状態ですね。こんな感じ。上から飛び出たりはしていません。で、横のを入れてみますね。ギリギリ見えてない感じです。これは結構ほっとしました。内寸は相談していないのでこれはラッキーでした。横のインデックスがちゃんとはまるかどうかが心配だったんですけど、ギリギリで収まって本当にラッキーでした。で、可動式ペンホルダーはつけられませんでしたが、代わりにペンホルダーのリフィルをつけていただきました。こちらはファイルとこのような形になります。サイズとかは、ご相談しなかったんですが、私の愛用しているペンが奇跡的に収まりました。こんな感じですね。
ちらの馬のチャームのようなものをつけてくださってすごく嬉しかったです。自分のこだわりを叶えてくれる技術を持った人と出会えたこと、その方と作品を作るにあたって良い関係が築けたんだなと思ってとても嬉しかったです。ここからは英語のシステム手帳をオーダーメイドすることになった経緯です。まず約3ヶ月間動画をアップできなかった理由なんですが、年末年始にかけて M5 の手帳の中身を作っていましたが、なかなか方向性が決まらず完成することができませんでした。こちらですね。今でも結構悩んでいます。そうこうしているうちに転居が決まり、ちょっとバタバタしていました。でその間もプラスチックの英語のシステム手帳、こちらなんですけれども、これはマイシステムバインダーなのですが、すごく使いやすかったんです。英語のシステム手帳にしてはコンパクトで机に置いておける。思いついたらすぐメモを取れます。紙面が広くてブレインダンプをしょっちゅうできます。これを使っていて、そろそろ本革のが欲しいと思い検索を始めました。条件がいろいろあって、リング径が 15mm 以上 20mm 以下。これはマイシステムバインダーが、10mm なのでそれ以上が必要と思ったのと、夫のオールアースが 25mm リングなのですが、それが大きすぎると思ったからです。加えて私のメルローが 13mm、 こちらですね。これが 13mm なので、ちょっと、これを使ってて足らないかなと思ったからです。色は背面と内側がヌメの、バイカラーがいいと思っていました。ただこれはシミがあったり汚れやすそうなのでやめました。ノートタイプかベルトやボタンタイプにするかは可愛いものであれば良かったです。ペンホルダーはつけるなら可動式で多機能ペンが入る大きさのものが良かったです。ポケットはノートや封筒などを挟めるように多めのものを探していました。結構条件が多いのと、そもそも英語のシステム手帳が少ないのでなかなか見つかりませんでした。英語で本革のシステム手帳って結構お値段がしますよね。妥協してそのお値段を払っても後から完璧なデザインのものが出たら結構悔しいと思うんです。なので作家さんに作ってもらうことにしました。クリーマでチャビさんを見つけて、話し合い知識を教えていただきながら、ご提案をいただきながら決めていきました。2月1日から連絡を取り始め、こちらでベジリオを、楽天で購入して革の感じを確認してから2月7日に購入手続きをしました。で、2月25日には作品が届いていました。一つオーダーし忘れたところがあるとすれば、こちらの角の部分ですね。少し丸くしてもらえば角が当たっても折れ曲がったりしなさそうなので、そこはオーダーすればよかったかなと思っています。あとはこれがエプソンレザーだったらどんな形になっていただろうと想像しちゃいますね。ベジリオは使いやすい印象ですけど、エプソンだったらものすごく高級感のある仕上がりだったかもしれません。後悔はしていないですけど、想像はしちゃいますね。今回は作家さんにオーダーメイドした英語サイズのシステム手帳をご紹介いたしました。とても良い経験になりましたし、満足のいくものができました。チャビさんも制作過程のご連絡をまめにくださり、出来上がりを待つ時間も楽しく過ごせました。では、この動画が皆さんのお役に立てれば幸いです。お気に召しましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。アリスでした。